それでは続きをやっていきましょう。前回は残党を撃破してトラカがもう少しで滅亡ってところまでやったな。僅差での敗北。なんか軍勢増えてない？ここは退却するで。次は2軍で攻めればいいですしね。どうやら戻っていくご様子。最後の抵抗ってやつか。こうやって無駄な抵抗するの見てて滑稽ですよね。葵ちゃん性格悪いな。8ターン目開始。若干お金に余裕あるのでサベージオークを追加雇用しておきます。裸のオークだらけ。よかったですね。裸のオーク好きでしょ？いや、全然好きじゃないからな。主力だけで大丈夫そうなので2軍目を戻しておきます。舐めてかかって大丈夫か？まあこいつであれば十分でしょう。さて次のターゲットですが、北に関してはこれ以上進む必要はないので、できれば仲良くしたいですね。みんな仲悪いけど。まあこの中であれば、ヴァンパイアカウントの勢力が割と仲良くできそう。少なくとも北の勢力からは宣戦布告されないようにしましょうね。はい。東は滅亡が勝利条件なので、成長する前に滅ぼしたいところ。こいつら成長しそうか？まあ周りの条件がわからないので、どうなるかは不明です。最悪なのが、こいつより強い勢力がこの地を支配して、しかも我々と仲がクソ悪い場合ですね。南のリザードマン勢力も何とかしておきたいところ。やること多いな。グリーンスキンはいつでも大忙し。生産性皆無やけどな。ということでトラカを滅亡させたら東のリザードマン勢力。南のリザードマン勢力と戦争開始しますか？マジで、2勢力と戦うん。我々はうおー状態ですからね、意外となんとかなるはず。そうなのか？そうなのかも。トラカにとどめ。決定的な勝利からの自動戦闘。さよならトラカ。特に思い出ないけど今までありがとう。それなら別にお別れの言葉を言わなければいいのでは？トラカ滅亡。リザードマン勢力が滅亡したと思ったらまたリザードマン勢力との戦争。リザードマンとの戦いはこれからだ。打ち切り漫画かな？この黄金の塔は攻められる箇所が限定されてるので敵を迎撃するのに良さそうですね。それは相手も同じやけどな。敵も守りやすそう。この位置であれば奇襲攻撃が可能なので多分大丈夫。それならええけど。3軍目を東のリザードマン勢力の国境付近に配置するため移動。8ターン目エンド。9ターン目開始。北のウッドエルフ勢力なのですが。見てください、クソ弱っております。こいつが保有している地域も保有がクリア条件なので。攻めるなら今がチャンスかもです。あれ？さっき北には攻めなくてもいいって言ってなかった？猿の木から落ちるってやつです。その猿握力1しかなさそう。ちなみに、ヴァンパイアカウント勢力と戦争してるので、もしかしたら取られるかもです。なんやと、それは急がねば。ということで、ウッドエルフを攻めるために3軍目を北に、2軍目は3軍目と合流させるために移動。主力は南のリザードマン勢力を攻めるために移動させます。つまり、南をメインに攻めるわけか。東のリザードマン勢力は積極的に攻めなくてもいいかもですね。ヴァンパイアカウントの軍勢がこんなところに。距離も近いので次のターンに取られてしまう可能性が高いですね。頼む、役立つだけにしてくれ。ヴァンパイアカウントであればまだ友好的になれる可能性ありますし。軍事同盟を締結する手もありますけどね。取られた後の心配とか不吉な。まあ、我々はいつでも最悪を想定して対処するのが仕事ですからね。お金と好感度化石のために参戦という形でウッドエルフ勢力に宣戦布告。物を売っておくんやで。ほぼほぼ押し売り。ちなみに今の勝利条件達成状況はこんな感じ。順調ではあるけどまだまだかかりそう。まあこの調子ならすぐに終わるはず。そうならええけどな。9ターン目エンド。拠点取られちゃいましたね。クソが。ヴァンパイアカウントは戦争相手いなくなったのでこちらに宣戦布告する可能性もありますね。まあ周りの勢力ともかなり仲悪いので可能性としては低いですけどね。10ターン目開始。東のネズミ友の勢力ですが、相変わらずクソチャコなので、これはこちらから攻め滅ぼした方が良さそうですね。仲良くなる必要はないかと。ネズミとオークの共同作戦の件はなくなったか。北のヴァンパイアカウントですが、すでに別勢力と戦争中みたいです。これならこちらに来ることはほぼないでしょう。まあ問題は、こいつらがさっき占領した土地がクエスト達成に必要な土地ってことですけどね。さすがに3方向の戦争はやばいから。ヴァンパイアカウントとは仲良くする方向が良さそう。とりあえず仲良くしておいて、あいつらがやばくなったら見捨てて戦争しますか。なんというかグリーンスキンというよりはスケーブン的な考え方。
失礼な、賢いと言ってください。東のリツァードマン勢力を攻めるために3軍目を東に移動。黄金の塔には敵はいないみたいやな。完全に油断してますね。2軍目も移動しつつ兵を追加雇用しておきましょうか。弓と砲兵を雇用。2部隊だけか。思ったより予算がないので、これから定期的にヴァンパイアカウントにはお金を贈与してご記念取りましょうか。なんかグリーンスキンらしくない？それなら3方向全面戦争始めますか？それは困る。ちなみに、ヴァンパイアカウントの評価はこのようになってます。ちょっと待って。うちらあいつらの領域侵犯したか？おそらく、ウッドエルフの拠点を取った時に我々が元ウッドエルフの領域にいたので。なんというか理不尽。まあ領域侵犯はターンが経てば徐々に減っていくので。っていうか、勢力に対する嫌悪感が痛いな。マイナス100よりマシだから。まあその通りではあるけど。ということで、軍をいろいろ移動させた10ターン目エンド。南のリツァードマン勢力の主力、どっか行きましたね。どっか攻められたんか？どうなんでしょうね。それか、どこか攻める気とか。どちらにしても好都合。11ターン目開始。東に移動。南に移動。モルド禁止族経由でラストディフェンダーに宣戦布告。お金おいしい。不可侵協定もできるっぽいですよ。それはいらない。ですよね。黄金の塔を襲撃開始。で価値ある敗北やん。ここは無理せずにもう一軍と一緒に攻めましょうか。1ターン命拾いしたな。その1ターンの間に敵の主力が来たらやばいですけどね。11ターン目終了。12ターン目開始。今度こそ2軍で攻めましょう。犠牲出るやんけ。ここは主導戦闘の出番ですね。それでは始めていきましょうか。今回はティア3ハルバード兵であるテンプルガードがいますね。ステータスも高く盾も防具もある。なかなか厄介なユニットです。でもこっちが数では有利やろ。ですね。なので大丈夫です。あとはスキンクコホートの投げ槍がいますね。こいつは毒付きの投げ槍を3つ装備しており、投げ槍で敵を弱らせ突撃する。それ以外はスキンクコホートと変わらないです。投射強度もそこまでじゃないっぽい。あくまで投げ槍は補助って感じっぽいです。なんか飛んできてる。我々のロックロバーの攻撃ですね。精度悪いですが、威力はそこそこあるので、持続的に食らったら大ダメージ間違いなし。さすがに待機列に敵が動き出しましたね。ある程度敵が近づくまで待機やで。テンプルガードの一部隊が下から攻めるっぽいので、そこだけ注意してくださいね。はい。接敵するまでカットしました。魔法あるやん。我々の魔法ですね。沸騰部モルクではないですが、この魔法も割と使いやすいです。魔法はいいよな。あると便利。ですね。ミオク側はサベージオーク1部隊で敵3部隊相手ですか。さすがに厳しいのでロックロバーとかで援護させますか。魔法も忘れずぶっ放す。魔力残しておくともったいないですからね。下のテンプルガードはサベージオークで足止めしつつアラーボーイズで援護射撃。ただこいつら盾持ってるから射撃攻撃には強いんですよね。でもないよりはマシ。投げ槍が投げ槍投げてる。まあそりゃあ投げますよ。弾数は少ないのですぐに突撃してくるでしょうけどね。せっかくですのでボアボーイズで突撃。ゴブリンと一緒に強撃やで。うまいこと強撃が決まりましたね。こちらの騎兵で釣ってたテンプルガードが合流したみたいですね。もう遅いけどな。あとはテンプルガードを数の暴力でゴリ押せば敵は終わりですね。魔法も追加しておくで。投げ槍は裸にはきっついな。盾もないですからね。あるのは物理抵抗のみ。まあそれが強いんやけどな。防具ゼロにしては打たれ強いサベージオークとも。あとは下のテンプルガードを撃破すれば我々の勝利ですね。指揮崩壊してるからもう敵は終わりやな。決定的な勝利で我々の勝利。やったぜ。